午前7時、羽田空港第3ターミナルです。9時20分、大韓航空で韓国の首都ソウルへ向かいます。機内食です。つけだれにコチュジャンがついてくるのが韓国らしくていいですね。日本人好みの美味しい機内食でした。2時間半ほどであっという間に到着しました。キョンボックンにやってきました。600年以上の歴史ある朝鮮王朝の王宮です。外国人の観光客がたくさんいました。ことなく沖縄の首里城を彷彿とさせます。セミが鳴いてなかなかの灼熱の中、ドレスを着て歩いている女性たちが印象的でした。17時、ホテルにチェックインします。部屋は広い浴槽もあって快適です。ベッドルームも清潔で広々としています。次の日、南北境界線 DMZ ツアーに来ました。非武装地帯を意味する DMZ は軍事境界線を挟んで南北それぞれ2キロ、計4キロにわたる地域のことを指します。展示されている蒸気機関車はたくさんの銃弾で傷だらけです。ここから先は入場料がかかります。戦時中に壊された橋の橋脚だけが残っています。赤い矢印でマーキングされている箇所は銃弾の跡です。観光で訪れることのできる唯一の国境が軍事基地反門店です。ツアーの予定でしたが直前に兵士の亡命事件があり急遽中止になってしまいました。 DMZ には休憩できるカフェがあり、ピーチティーとアイスクリームを食べて休憩しました。こちらも美味しかったです。この地域では小豆がよく取れるようで、どら焼きが売ってました。展望台にやってきました。双眼鏡が設置されており、北朝鮮の街並みを眺めることができます。2020年に北朝鮮によって爆破されたケソン工業団地も見えます。今もそのままの状態になっているそうです。展望台の下はカフェになっていて一服できます。地下鉄に乗って街中に行ってみます。それにしても8月のソウルとても暑いです。すぐに喉が渇いてカフェを探してしまいます。スターバックスコーヒーに来ました。期間限定のブラックピンクのコラボの商品が置いてあります。いちごシロップとチョコレートソース、ピンクのホイップクリームが乗った甘々のフラペチーノです。夜になってお腹が空いたのでミョンドンまで夕ご飯を食べに行きます。ミョンドンにある炭火焼肉の専門店に来ました。観光客が多く訪れるこのお店、日本人もとても入りやすいです。日本では食べられなくなったユッケも食べることができます。お肉は店員さんが手際よく焼いてくれます。炭火でカリカリに焼かれた豚の三枚肉、とても美味しかったです。こちらは骨付き牛の熟成肉です。こちらのお店では熟成肉のほかカンジャンケジャンやレバ刺しが人気メニューのようです。手際よく食べやすいサイズに切り分けてくれます。特製ダレに漬け込まれているのでタレをつけなくても美味しくいただけます。お腹いっぱいでお店を出ました。ミョンドンの夜は賑わっています。
なんかすごそうなハンバーガー屋さん。焼肉でお腹いっぱいになってしまったので、もう何も食べられないのですが、こう眺めて見ているだけで楽しいです。韓国のコーヒーチェーンセレクトコーヒーにやってきました。コーヒー豆に高いこだわりを持つ韓国のコーヒーチェーンです。スムージー系のドリンクも充実していました。次の日、お昼前にミョンドンまで散歩に行きます。午前10時のミョンドン、人もまばらです。昨日とはまた別のセレクトコーヒーの店舗にやってきました。すっきりした美味しいアイスコーヒーです。店内にはオリジナルのドリップコーヒーなども売っていて、お土産に買っていくのも良さそうです。お昼はユガネというレストランにやってきました。チーズタッカルビが看板メニューのようです。とても美味しくいただきました。トンデムンにやってきました。特に買い物の予定がなくても散策するだけで楽しい気持ちになれる場所です。途中の売店でソフトクリームを買いました。暑い中歩き回ったのでとても美味しいです。トンデムンは韓国ファッションやアクセサリー類が多く充実しているようです。またトンデムンはカード支払いよりも現金での取引を求められることが多いようです。お買い物目的で立ち寄る場合は現金を用意しておいた方が安心かもしれません。シャンプーや化粧品などもミョンドンで買うよりトンデムンの方が安く買えるみたいです。奥の建物におびただしい量の室外機が貼り付けられていました。お昼は熱々の石焼きビビンバ、上に乗ってるのは栗。8月のソウルとても暑かったですが楽しい旅行でした。そろそろ日本に帰ります。空港の手荷物預け入れは消化されていました。ご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。